さて今夜の今せか特集は、シリーズですね、イスラムを知る。今夜は第2弾としてラマダンについて取り上げていきたいと思います。で今夜がですね、ラマダン最終日と見られているんですけれども、ラマダンとは一体何なのか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。1ヶ月の断食に臨むイスラム教徒たちはですね、どのように過ごすのか、そしてそもそもなぜ断食するんでしょうか。ご覧ください。車もまばらな午前3時の東京。マンションの一室で行われていたのは夜明け前の礼拝。祈りを捧げるのはエジプト人アルモーメン・アブドーラさんだ。夜明け前の礼拝ってやっぱり大切な礼拝でしょうね。アッラに向かって呼びかける。やっぱりこの時間に合わせてやると非常に気持ちさらに神聖な気持ちさらに高まっていく。礼拝を終えると食事の準備に取り掛かる。今は断食月ラマダンの最中。日の出前のこの食事を最後に日没まで飲まず食わずで過ごす。にもかかわらずアルモーメンさんはどこか楽しそうだ。ラマダンって願い事をしっかり神に伝えられる時期なんですね。ラマダンが始まる時はみんなワクワクするし、で終わっちゃうとやっぱ寂しくなりますからね。イスラム教最大の年中行事ラマダン。そもそもラマダンとは何なのか。ラマダンはイスラム暦の9番目の月の意味で、断食そのものを意味する言葉ではない。ではなぜこの月に断食が行われるのか。ラマダンはイスラム教の預言者ムハンマドに聖典コーランが初めて授けられた聖なる月とされている。そのコーランにラマダンの月には断食せよとあるのだ。Rasanya senang, maksudnya menghadapi cobaan, kita banyak dosa, kita mau mensucikan diri di bulan puasa ini. Semoga puasa ini berjalan lancar. 断食はイスラム社会では非常に重要視され、イスラム教徒に課せられた5つの義務5行の一つだ。ラマダンの間、日の出から日没まで飲食や喫煙は一切許されないが、日が沈めば解禁となる。日没後の晩餐はイフタールと呼ばれ、いつも以上に豪華な食事が並ぶという。このイフタールに向け、人々は市場などで大量に食材を買い込む。イスラム暦は月の満ち欠けを基準とする太陰暦なので、ラマダン月は毎年前の年より11日ほど早くなる。そのラマダン月の開始や終了は長老らによる新月観測委員会が月の区切りとなる新月を肉眼で確認して発表する。そのため雲で新月が確認できないような時は実際の月の動きとずれることもある。紛争や内戦下であってもラマダンの断食はイスラム教徒の義務だ。これはヨルダンにあるシリア難民キャンプでのイフタールの様子。رمضان هون عبارة بس إنه صح شح الأكل علينا، ما فيش مواد دسمة، ما فيش أي شيء من اللحومات، ولكن عبارة عن هدوء بس。無政府状態が続くアフリカ東部のソマリアでもイスラム教徒が日中断食に臨んでいた。この配給はラマダン用に特別に作られたものだという。エジプトにはさらに独自の風習がある。それがファヌースと呼ばれるこのランタン。ラマダン中軒先などに吊るされる。デザインもいろいろ。今年は就任したばかりのシシ大統領の写真が使われたものが人気だ。من زمان كل سنة لازم يعني فوانيس في رمضان، يعني الناس بتحتفل برمضان في الفوانيس، يعني زي اليميز زي البتاع كله بيشتري فوانيس، يعني بيبقى ليه بهجة كده رمضان بالفوانيس يعني كده。全世界のイスラム教徒にとってラマダンは神への崇拝と服従を表す祈りの月なのだ。日本に住むイスラム教徒のラマダンに密着した。おはようございます。
午前9時、夜明け前の食事の後、わずかな仮眠をとったアルモーメンさんが仕事に出かける。普段は電車で通勤しているが、ラマダン中は少しでも体力を温存するため車で出勤する。運転中によく聞くのはコーランの朗読を収めた CD。 より神聖な気持ちになりたいっていう当然意識があるので、まあコーラン聞けば聞くほど落ち着きますからね。アルモーメンさんが日本で暮らし始めたのはおよそ20年前。大学卒業後はアラビア語通訳として天皇皇后両陛下やパレスチナ自治政府のアッバス議長ら多くの要人の通訳も務めてきた。現在はその経験を生かし、大学で国際交流について教えている。得意じゃないものをやれば、例えば語学もそうなんですけどね、語学っていうのは例えば自分の言語に近い言語をやろうとするとかね、一番早く覚えられるものとか、多分そうじゃないものをやることによっておそらくその自分が持っているステレオタイプとまた別の何か見えてくると。午後、忙しい合間を縫って1日5回の礼拝も欠かさない。もちろん食事をしたり水を飲むこともない。大学のキャンパスは広く、教室の移動にもかなりの体力を使う。母国エジプトではラマダン中勤務時間が短縮される職場も多いが、日本ではそうはいかない。結構ラマダン雰囲気です。向きではないですね。ラマダンに向いてないキャンパスかもしれない。それでも精力的に授業をこなすアルモーメンさん。学生たちの人気も高い。授業の内容とかすごい良かったので、すごいなんか奥深いというか、いろんなものをなんか習った気がします。ラマダン中で今何も食べてらっしゃる朝から、はい、そういうふうに見えますか？全然見えないですね。本当に全くもう普通に授業を行っているという本当にすごいですね。自分だったらもう疲れるかも。この日の授業を終えたのは午後5時半。急いで自宅を目指す。しかし途中で渋滞にはまってしまい、車内で日没を迎えた。断食が明けた瞬間、アルモーメンさんが何かをつぶやいた。この時に願いを口にすると神に届き叶うと言われている。およそ16時間ぶりに喉を潤した水。文字通り体に染み渡る。人間っていかに弱いものだっていうことが少し分かる瞬間ですね。自分の身の方が分かる瞬間。あんまりおごらないように。結局帰宅は夜8時を回ってしまった。あ、こんにちは。テレビの梅崎さんです。お願いします。はじめまして。よろしくお願いします。アルモーメンさんは日本人の妻と小学生になる娘の3人家族。この日は近所のお友達も遊びに来ていた。妻のアキコさんは11年前、アルモーメンさんとの結婚を機にイスラム教に入信した。イスラム教徒の男性と結婚する女性は一神教の教徒になる必要があるからだ。今は体調に合わせて日々の礼拝やラマダンの断食もする。イフタールの料理はアキコさんの手作りだ。ゆっくり料理をしたり、何時間も食べ物のことだけ考えて過ごす時間がないので、貴重な時間にはなってますかね。アルモーメンさんの夜の礼拝が終わるのを待って、いよいよイフタールが始まる。
食卓に並んだのは牛肉のソーセージやピラフ、サラダなど。イスラム法の下では豚肉を食べることは禁じられているが、その他の食品でも加工や調理に関して一定の作法が必要とされる。料理は全てこの作法が守られている。ビスミッラ。料理を囲み笑顔が広がる。これこそラマダンの醍醐味だとアルモーメンさんは言う。ラマダンの時間はやっぱり団らんの時間であったり、ですから恵みを分け合ったり感謝の時間でもあるし、これは神に対する感謝でもあるし、周りに今まで普通当たり前のように毎日規則正しくこう3食作ってくれた、例えば母親だったりあるいは妻だったりね、こう改めてこう感謝、こう心から思うんじゃないですか。思えるから必要ですよね。家族にとどまらずイスラム社会にとってもイフタールは重要な意味を持っている。道路の真ん中にあのようにテーブルが並べられています。実はここではですね、この後ラマダンの日没後の食事会が開かれるということなんです。この食事会はカイロの商店主が貧しい人たちに無料でイフタールを提供しようと行っているもの。夕方になると食事会に参加する人たちがテーブルにつき断食解禁となる瞬間を待つ。あちらのテレビでは夕方のお祈りの時間の始まりを流しています。それを合図にこちらでは一斉に食事が始まりました。断食の他に貧しい人々への施しザカートも5つの義務5行の一つだ。この食事会も商店主がザカートの義務を果たすためにラマダン中毎日開かれている。طبعا بيحبوا هم كل مدى الناس اللي هي بتاع الغلابه وبتاعت ربنا وربنا يزيدهم هم بيحبوا يجوا هنا ويقعدوا لان بيبقى راحه نفسيه ليهم انهم قاعدين في الزمالك。東京都内にある日本最大のイスラム教礼拝所モスクでもラマダンならではの光景が広がっていた。ここからは富士通 SMBC 日興証券とご覧のスポンサーの提供でお送りします。タクシーで行っちゃおう。どちらまでですか？カジキグランドまでお願いします。間に合うかな？大丈夫。たけし君のお母さんに電話しておいたから。え？何？そのタクシーは予知したみたいに止まったんです。どうしてわかったんですか？よく使う道なんでね。すごい。でもこれからは運転手さんに代わって ICT が飛び出しの多い場所だけでなく便利でお得な情報を知らせてくれたりするそうです。富士通はビッグデータの活用で安全で快適な交通システムやまちづくりに貢献していきます。それはあなたの暮らしやビジネスにも。あなたの未来に富士通の技術。富士通 Shaping Tomorrow with You。 わかりやすいわねを聞きたくて見せ方や言葉を工夫する。こんなの欲しかったのを聞きたくて世界中いいものを探し回る。私たちは24時間ライブでお客様の声にお応えし確かな商品をお届けしています。24時間いらっしゃいませ。ショップチャンネルです。すべてがグローバルに動く今だから私たちはあらゆる国境を越えてつないでいく。一人一人のお客様にベストな提案とサービスを。日本の力を世界につなぐ SMBC 日興証券。イスラム教の礼拝所モスク。東京ジャーミーは在日トルコ共和国大使館が所管する日本最大のモスクで誰でも自由に見学できる。
この日ラマダンの暮らしぶりを見せてくれたアルモーメンさんが東京ジャーミーを訪れた。ジャーミーとはアラビア語で人が集まる場所。イスラム文化を知るには最適な場所だという。日暮れ前の午後6時、イスラム教の指導者イマームが厳かにコーランを読み上げる。コーラン、これは神の言葉ですからね。イスラム教の奇跡です。アラビア語じゃないとコーランにはなれない、翻訳語になっちゃうんです。東京ジャーミーは建物の美しい装飾が特徴だ。ほとんどトルコから運んだ伝統の建築資材が使われている。モスクは独自の発展を遂げたイスラム文化の集大成なのだ。イスラムの文化の考え方としては当然偶数崇拝を禁じてたわけ。その代わりに文字による美術的なものをですね発展させたんです。礼拝している場所が、美しくすることによって人間も当然本能的にそこに行きたいという気持ちになると思うので。午後7時、日没の礼拝。この日の断食が終わりを告げる。東京ジャーミーでも断食明けの晩餐イフタールが始まった。トルコから呼び寄せたシェフが作る本格的なトルコ料理はイスラム教徒に限らずここを訪れた人々に期間中毎日無料で振る舞われる。会場では男女別に食事をとる。多くはさまざまな国から日本にやってきたイスラム教徒の人々だ。断食という共通体験が国境を越え彼らを結びつける。イフタールになると一度にいろんな人に会えて、で絆を確認するような、相手知らなくても食事振る舞ったり一緒に食事するっていうのは本来なら人間の社会っていうのはそうであるべきなんじゃないかと。ラマダンはそういう意味では気づかせてくれると思いますけどね。今夜はですねスタジオに取材させていただいた東海大学国際教育センター准教授のアルモーメン・アブドーラさんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。アルモーメンさん、今ねもう日が沈みましたよね。午後8時ですか、ってことはもう今飲食は大丈夫です。この通り生きてます。何が一番食べたいとか飲みたいとかあるんですか？やっぱり最初はやっぱり水ですね。お水。水はやはり。どれくらい飲まれるんですか？いやずっと16時間は飲んでないので、一気に飲んでしまうとお腹が痛くなっちゃうので、少しずつね。でも結構もう開けてからずっと少しずつ水を飲み物を取っていく。水分がやっぱりなくなってしまうので。だって今暑いじゃないですか日本。だからちょっと大変ですよね、ラマダンするには。そうね、大変、ラマダンといえばもう本当に大変っていうイメージしかないんですけれども、でもイスラム教徒にとっては本当にお祭りなんです。BTR にもあったと思いますけれども、そのラマダンっていうのは連帯感だったり、同時に16時間も頑張れば美味しいもの出てくると、それを心待ちにして一日過ごすとか、決して別に苦行とかそういうものだけではないので、意外と結構快楽もあります。ぜひ一度やってみて。勇気がいりますけど、どんな快楽が待ってるんですか？まずはやはり、達成感ということもありますけれども、普段当たり前のように私たちはお食事を3回食べていると、当たり前のことは当たり前じゃないそこにまず改めて、考えて気づいて、で感謝するんですよね。で周りに感謝して、それから神様アッラーに感謝はするんだけども、で同時にやっぱり自分がメンタルの面で非常に強くなるんですよね。意志が強くなる。ですから言ってみれば身と心の浄化って言っていいぐらいからね、普段一日中腸の中に食べ物が入っているのは当たり前の現代では多分考えられないかもしれませんけれども、意外とねすごく健康な感じはなりますけどね。なるほど。普段ちょっと見えないものが見えたり考えるようになったりするということですよね。イスラム教の断食っていう言葉自体、日本語では断食ってなってますけれども、食を断つんですが、イスラム教の教えっていうか考え、あるいは哲学では悪態、悪い行いを断つっていう、人に害を与えるような行為を断つ、それこそイスラム教が考える本当の断食の意味なんです。
ですから自分の、欲望を、抑制して、より良い人間になれると、1ヶ月間そうやって自分を見つめるのが多分ラマダンなんですね。なんか食事を断つからね、すごくイライラするんじゃないかなって私は思うんですけれども、映像を見てるとむしろ同じように一緒に経験している人たち同士がすごく寛容な気持ちになったり、とってもなんか優しいちょっと表情がすごくほぐれているように見えるんですね。やっぱりそういう社会空間がちょっとその一月の間に変わるという、そういう実感はあるんですか？全く変わると思いますけど、まず家族の団らんが広がるし、今まで普段あんまり交流してない人とでも食事したりとかですね、以前にもあると思いますけれども、一般的にはイフタール断食明けの時間に、みんな集まってみんな一緒に食べると、それがまた交流のきっかけにもなるし。どんな会話するんですか、皆さんで？それは例えば日本にいる間は、例えば日本の話もすることもありますし、あとはそうですね、例えば、今自分の国の話とかはしたりとか、意外と一般の世間の話は結構多いですけれども、普段の話だと思いますけどね。大人はある程度そういうコントロールできると思うんですけれども、お子さんもみんな断食の対象なんですか？いや、対象ではないんですね。思春期前の子供はもうその義務がもう免除されるんですね。思春期前。だからでも子供もやっぱり大人まにたりするので、よくあるのは例えば小学校あたりぐらい1日2時間とか3時間大人と同じように断食したりすることもあるんだけど、背伸びみたいな背伸びしたい子供の場合はね、そうなんです。慣らしてっていうよりもみんな一緒にしてるからこれが連帯感なんですよね。ですから子供も楽しいのはなかなか多分皆さんに伝わらないかもしれませんけれども、一緒にやることに意味があるっていうのはね、キャンベルさんもおっしゃいましたし、きっとそうなんだろうなっていうことを感じましたがね。岩井さんいかがでした？本当ですね。例えばね、穏やかな気候の国ならいいんですけども、この1週間の日本のようなこの猛暑の中で水を飲む飲まないっていうのは命に関わる問題ですよね。そうですね。その場合はどうしたらいいんでしょう？命に関わるぐらいならもちろん断食しなくても良いというのがイスラムの考え方なんですよね。ですからそんなに命をかけてまでのことではないので、その辺は非常にイスラム教の考え方は実践的な考え方なので。ともするとだって東京も暑いですけれども、エジプトね、故郷であるエジプトの方が昼間の気温というのは高いんでしょうし、ただ向こうっていうのは、全体的にアラブ諸国イスラム諸国も含めてやはり生活のスタイルっていうか流れが変わるんですね。つまり仕事の時間は短縮されるし、それからやはりいろんな意味ではラマダンを交流したいろんな措置がですね取られるわけですよね。ですからもちろんそんなに普段のようにすごい精力的に動いたりはしてないんです。そういう意味では食べ物を断つっていうイメージはあるんですけど、他に飲食とは違うところで普段と違う行いをしたりやってはいけないことってありますか？まずは断つのは、食欲と性欲なんですね。この2つを、必ず断つという意味なんですよね。ですから人間のそういう二大、欲望みたいな、本能的なものを、抑制して、最小限のエネルギーカロリーで最高のパフォーマンスをするっていう練習なんですよね。多分イスラムの考え方は今のような現代的な要素ではないんだけれども、つまりシンプルに必要以上のものを取らずに自分に合った量を取って生活するのがイスラムの考え方なので。性欲っていうのはあれ夜の間は食べるのは OK じゃないですか。ごめん、なんでこんなことなんで聞いてるの？性欲に関しては昼断食している間はダメなんです。昼断食逆にこれをチャンスとして逆にやるべきこととか、ラマダンの間にやってはいけないことだけではないかもしれませんね。やるべきことは単なる飲食を断つだけではなく、つまり食べるものとか
その飲み物だけではなく、自分の今までのその人生生活をもう一回見直してより良い人間になるっていうのをやっぱりやらなきゃいけない。だからこうコーランもう一回読み直すとか、それから礼拝やったりとか、このコーランですね、私自分のマイコーラン持ってきましたけれども、これが私普段使ってこう読んでいるコーランですが、毎日何時間ぐらい読まれるんですか？いや、毎日読んだりはというような規制はないんだけれども、何らかの形で、接したりする。まず礼拝の時読んでます。それからやっぱりラマダンとそのコーランとの関係は非常に深いものなので、ラマダンの断食月に、コーランが初めて、預言者ムハンマドが、神から授かったものなので、そういう意味ではラマダン中に、やはりたくさん読まれることが、よくあるんですよね。だからやっぱり藤田さん、自分と向き合う時間なんですかね。さっきね、自分の罪をね自覚するっていうことをおっしゃったでしょ。でそれがとてもこう強く響いたんですよ。その自分自身に向かい合って、でその自分の行いを見直すという、でそれを促すということがやっぱりラマダンの大きな目的だということになるんでしょうかね。そうですね。1年にこう1ヶ月、その1ヶ月の間に、今までのこう自分の生活、周りの関係、それから当然こう神様との関係、いろんな意味では人生こう振り返りながらこう、じゃあ次の目標はこうなろうと、そういう意味でラマダンは非常に貴重な期間になります。もちろんイスラム教徒みんながみんなそうしてるとは限らないので、よく一般的に誤解されるのはイスラム教といえばイスラム教徒っていうふうな捉え方なんです。どういうことかっていうと、イスラム教の哲学はこう言ってるかもしれませんけれども、場合によってはイスラム教徒はそう実行してない可能性も当然あるということもぜひご理解いただければ。やはりこれからね、私たちもイスラム教の方とこう対話していく上で正しくね知るっていうこともすごく大事。平和な人たちなのでぜひ交流していただければと思います。またぜひいろいろ教えてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは世界の動きをチェックしていきます。World Watch。